皆さんこんにちは。レジン大好き高闇です。今日はダイソーで新発売したレジン用パウダーをレビューします。6個も入って100円というお得さにつられて購入したはいいけれど持て余してしまっているというあなたのために5通りの使い方を共有するので、ぜひ最後までご覧ください。それではダイソー新商品レジン用パウダーの使い方5つ始まります。こちらがダイソーで新発売したレジン用パウダーになります。ピンク、赤、水色、青、白、水色水色2色あるね以上6色が入ったベーシックカラーになります。それでは1つ目の作り方。朝食カップに透明のレジン液を出します。お好きなカラーを混ぜ合わせます。このようにラメはレジン液に混ぜ合わせて着色料のように使うことができます。混ぜ合わせることができたラメ入りレジン液をシリコンモールドに流し入れます。レジンライトで固めてきます。固めることができたら高加熱が冷めてからモールドから取り外します。裏面が未硬化になってしまったのですが、ラメから着色料が溶け出したのかな。レジン液が青色に染まっています。こちら未硬化になってしまった面を上にしてレジンライトで固めていきます。固めることができたら完成です。レジン用パウダーの1つ目の使い方。透明のレジンにパウダーを混ぜ合わせて着色剤の代わりに使いました。ただレジン液に混ぜ合わせただけですが、キラキラときらめいて星屑のように輝いています。レジン用パウダーの使い方2つ目。まずは先ほどと同じように朝食カップに透明のレジン液を出してお好きなカラーのパウダーを混ぜ合わせます。パウダー入りのレジン液をモールドに流します。モールドにパウダーを入れることができたら、中心に透明のレジン液を落とします。レジンライトで固めてきます。固めることができたら、高加熱が冷めてからモールドからレジンを取り外します。レジン用パウダーの2つ目の使い方。中心に透明のレジン液を落としたことによってパウダーが縁に集まり、まるで枠のような作品が出来上がりました。レジン用パウダーの使い方3つ目。朝食カップに透明のレジン液を入れます。お好きなカラーのラメを混ぜ合わせてください。私は明るい水色を混ぜ合わせます。
レジン液にラメを入れることができたら、続いてこちらのグリッターも混ぜ合わせます。こちらのグリッターもダイソーで販売しているグリッターになります。パウダーとグリッターを入れたレジン液を混ぜ合わせます。シリコンモールドに流し込みます。レジンライトで固めます。固めることができたら、高加熱が冷めてからモールドからレジンを取り外します。モールドから取り外すことができたら、レジンパウダーの使い方3つ目。パウダーにグリッターを混ぜ合わせた作品の出来上がりです。今回購入したパウダーとは粒の大きさが異なるグリッターを入れたことで、きらめき方に差が生まれました。ラメだけで作ったものは一定の輝きを放つのに対して、今回作ったグリッター入りの作品は輝き方にバリエーションが生まれました。レジンパウダーの使い方4つ目。シリコンモールドに透明のレジン液を入れます。レジンライトで固めていきます。固めることができました。高加熱が冷めるのを待ちます。高加熱が冷めたので、モールドからレジンを取り外します。表面に透明のレジンを少量伸ばし広げます。全面にレジンを伸ばし広げることができたら、お好きなカラーのパウダーを用意してください。先ほどレジン液を塗った面を下にして、ケースの中にレジンを入れます。ケースの中から取り出すことができたら、レジンライトで固めていきます。固めることができたら、レジン用パウダーの4つ目の使い方。パウダーを振りかけました。レジン液の中に埋め込むのとは違うきらめきを楽しむことができます。レジンパウダーの使い方5つ目。シリコンモールドに透明のレジン液を入れます。パウダーを封入していきます。下に沿うようにしてラメを入れました。このままだとレジンの表面に乗っている状態になるので、レジンの中にラメを沈めます。左のモールドには2色ラメを入れていきます。レジンライトで固めていきます。固めることができたら、もう一度同じ手順を繰り返します。まず透明のレジン液を入れて、左の下にホワイト、左の上側と右の下に濃い水色、ラメをレジンに沈めます。レジンライトで固めていきます。
固めることができたらモールドからレジンを取り外します。こちらはやや表面のねラメが露出しているので表面がザラッとしています。もう一回レジン液を重ねればこのザラつきを解消することができます。レジンパウダーの使い方5つ目。このようにパウダーを使ってグラデーションを作ると着色料を使って作るより簡単にグラデーションを作ることができます。今回5つの方法をご紹介してきました。このまま完成でもとても可愛いのですが、私はこちらのパウダー背景として使うことをおすすめします。こちらの作品たちもこちらを背景として表面にデザインを作っていきます。デザインを作ることができたらレジンライトで固めてきます。固めてくることができました。こんな感じで表面にデザインを重ねて背景としてパウダーを使ってあげるのがすごいおすすめです。ギラギラが苦手な方は特に背景に使う方法がおすすめです。今回はレジンパウダーの使い方を5つご紹介してきました。1つ目がレジンに混ぜ合わせる方法。2つ目は1つ目の方法にプラスして中心にレジン液を落とす方法。3つ目はパウダーにグリッターを混ぜ合わせる方法。4つ目は表面にパウダーを振りかける方法。そして最後5つ目がパウダーでグラデーションを作る方法をご紹介しました。今回ご紹介した方法はダイソーのラメだけではなくてお手持ちのパウダーでももちろん使うことができる方法です。あなたの家で眠っているパウダー、この機会にぜひ使ってみてはいかがでしょうか。